今回の動画は焼きすぎた計110受信機ボードをご供養する動画です。この痛ましい姿をご覧ください。蘇りを信じて故障したボードをヒートガンでひたすら焼いた結果、完全にいってしまわれました。このボードを持ち続けたらあらゆる不幸に見舞われそうなので、私がご供養することに相なりました。それにしてもひどい状態です。フラックスで基板はベタベタ、基板が焦げた匂いがします。これは部品取りしてご供養するしかないですね。修理のドナーになっていただき、多くの故障した受信機ボードを蘇らせて成仏させてあげたいと思います。とりあえず今後の参考のために受信機ボードちゃんの検視をします。通電した途端に燃える可能性もあるので、短絡してないかチェックします。ショートはなさそうなのでバッテリーを接続してみます。完全に壊れてますね。これはひどい。クリスタルを生焼けで外したのでしょうか。基板のパッドとパターンが損傷しています。完全にパターンが剥がれてますね。フラックスまみれなのでいまいち状況が分かりませんから、フラックスを洗い流してみます。クリスタルをハンダ付けするパッドが剥がれてしまってます。パターンもダメです。これを修復するにはプロの技が必要です。テールモーター駆動用の FET が焼損してます。テールモーターの劣化やその配線のショートが原因でしょうね。案の定、裏側の0オーム抵抗も焼損しています。おそらくこの受信機ボードちゃんの初期の故障原因はこれですね。この部分に気づかずヒートガンで焼かれていってしまわれたのですね。さぞかし無念だったことでしょう。お忘れですか。5ヶ月前、私のご主人様が RC ヘリちゃんに私の修理を依頼したことを。記憶にございません。私がこうなったのも RC ヘリちゃんが私を修理しなかったから。ノーコメント。仕方なくご主人様が私を蘇らせるために私をヘアドライヤーで焼いたのよ。ドライヤーで炙ったの？責任を取って私を蘇らせなさい。それは無理。さもないと二度とピルフリができない体にしてやる。どうします。だから許して。ピルフリができない体にされると困るので、受信機ボードちゃんを直すことにしました。このパターンとパッドを修復しないと前に進めませんね。0.1 ミリの導線を加工してパッドを作ります。ここからは早送りを多用します。
剥がれたパターンを補修してクリスタルをハンダ付けしました。綺麗にできたと思います。このコンデンサーも曲がっていたので修正しました。各 IC の周りのハンダ修正もしておきました。FET は手持ちの部品をつけました。問題ないと思います。裏の抵抗も以前の動画と同じものをつけました。基板が焦げているのでそのダメージが気になりますね。とりあえず起動テストをしてみます。テスト前に 1.25 コネクターケーブルが断線していないかチェックしましょうね。あ、忘れてた。一応短絡のチェックをしておきましょう。ESC のコネクターケーブルが焼けちゃうと困るからね。ショートはしていません。さて通電してみましょうね。自信はあるんですが基板の状態が良くないのでどうなるのでしょうか。心の準備をしないと怖いです。頑張れー。コネクター挿入。お、赤 LED 点滅。赤 LED が点滅していますよ皆さん。いや緊張するな。どうしよう。あとちょっと頑張って。バインドスイッチオン。ダメっぽいですね。この失敗は無駄にしません。長い時間ご視聴ありがとうございます。バインドションだよ。マジですか。喜びすぎなので作動確認までスキップ。お疲れ様でした。テールモーター、メインモーター、サーボも問題なしです。機体に搭載してテストホバリングをしてみましょう。ノーマルの K110S に搭載しました。アンテナもハンダ付けしました。飛行前にバインドテストをしておきましょう。問題なさそうです。では飛ばしてみましょう。ほら、受信キーボードちゃん、今のご感想はどんな感じかな。ヘリ酔いしてゲロ吐きそう。メリークリスマス。